国産業銀行の会長が、インド親会社の経営放棄発言で危機に瀕しているサンヨン自動車への支援を行わないと発表しました。韓国政府は新型コロナウイルスの影響を受けている企業に対する支援の対象を検討していますが、サンヨン自動車はこの対象ではないと明言しました。インドの親会社マヒンドラはこれ以上の新規投資をしないと事実上の経営放棄を宣言したため、サンヨン社の最後の頼みの綱は政府系金融機関からの融資でした。しかし、産業銀行側からは相次いで、サンヨン社は支援対象外という発言が出ています。基幹産業安定基金は感染症の影響を受けた企業のためのもので、サンヨン社のようにコロナ以前から困難な企業のためではないとしています。産業銀行会長は、お金だけで企業を生かすことができるわけではないとし、資金だけではなく事業が必要だと指摘しました。サンヨンが真剣に悩まなければならないとし、現在の状態では疑うほかないと苦言を呈しました。サンヨン自動車は資産売却や役員削減などの自給努力を行ってきて、これに対しては責任ある努力だと評価されました。しかし大々的な人材構造調整の他に解決方法がないなど、努力不足も指摘されています。サンヨン社はすでに労使間交渉を通じて行っている賃金削減が評価されていないことになり、公式な見解はありませんが、失望しているものと思われます。来月満期を迎える産業銀行の融資900億ウォンに対しては、現状ではギリギリの状況で、条件次第では延期の可能性もあるようです。ただ、延期されたとしても根本的な状況は変わらないため、産業銀行はさらなる最善の努力を求めています。サンヨン社は2009年の生理解雇人員の復職を政府と共に進め、先月最後の一人が復帰を果たしました。しかしその直後にまたリストラの必要性を指摘され、ムン・ジェイン政権の新労働路線の矛盾が明らかになっています。編集所官。韓国国内はヒュンダイ・キア社の国内企業2強と、韓国 GM、ルノー・サムスン、サンヨン自動車の3弱という構図になっています。3弱もこの状況の中、国内販売が好調でしたが5月の実績は急落で、サンヨン自動車が支援対象外となったことは、他の外資2社にとっても他人事ではありません。率直な感想としては、産業銀行の判断を支持しますが、部品業界や労使問題などを考えると非常に複雑なことになっていきます。サンヨン社がもしも倒産してしまうことになれば、韓国 GM やルノーサムスンの連鎖倒産、あるいは撤退もあり得るからです。そしてそれは自動車部品メーカーの連鎖倒産にもつながり、ヒュンダイ・キアにまで影響を与えるでしょう。先日ウルサン工場の事故による影響で、ヒュンダイ自動車の部品メーカーが生産停止となり、複数車種の生産が不能となりました。さらには別の部品メーカーが事業中断を決断し、その影響で複数の工場の稼働が停止する事態に陥っています。自動車産業というのは一つの生態系であるため、たとえ部品メーカーでも一社が脱落すると全体への波及が大きいことがこのことからも伺えます。サンヨン自動車の崩壊は、韓国自動車産業の衰退につながることは間違いないでしょう。ただ他の生き残った企業が反射利益を得ることができるという見方もあります。とはいえ韓国 GM やルノーサムスンはそういう考えができるほど体力はありませんし、グローバル市場の状況悪化から、親会社が撤退を決断する可能性も少なくありません。かといってこの状況で外資系企業を救うために政府が国税を投入するのも容易ではありません。韓国では日産の撤退を不買運動の勝利として高笑いしたかもしれませんが、外資3社も同じように撤退の可能性はあるわけです。サンヨン自動車の親会社であるマヒンドラはインドの国内メーカーでは第2位ですが、近年は外資に押されてシェアを急速に落としています。インドでは日本のスズキとインド企業の合資会社マルチスズキインディアが 53% のシェアを誇り、事実上寡占状態です。そこにヒュンダイ・キア社が 20% 近くと追走していて、むしろ国内大手2社はその煽りを食って経営が悪化しています。その影響を受けたのがサンヨン社であって、結局インドでの日韓の自動車企業の好調が韓国の自動車産業にダメージを与えているということなのです。韓国 GM も資産売却を進め、従業員や役員への賃金や報酬カットを行っています。ルノーサムスンも直営サービスセンターの閉鎖を進めてコスト削減を試みています。ルノーサムスンは生産終了した日産ローグの代わりに XM3 の輸出生産割当を年末までに受けることとなっていました。
しかしグローバル経済の悪化でルノー自体が大規模な工場閉鎖や人員削減を含むリストラを行っていることから、釜山工場も先行きは不透明なままです。ヒュンダイ・キアの2強とて輸出が半減し、関連企業も体力をすり減らしている状況で、政府の自動車産業への支援がなければ、韓国自動車産業自体の衰退につながります。自動車産業が韓国では今もなお基幹産業であることは変わりません。しかし努力不足を理由に三四自動車が除外される状況に、韓国 GM、ルノーサムスンも落ち着かないことでしょう。三四自動車に関しては2009年の大リストラ。これは上海記者が行ったものですが、この労使問題解決のために復職を政府と連携して行ってきました。すなわち再雇用をしていったわけですが、産業銀行は大幅な人員削減を要求するというなんとも矛盾に満ちた状況になっているわけです。ムン・ジェイン政権の経済理論を無視した労働者重視が奇妙な矛盾を作ったわけです。ここで生理解雇した人員をまた将来いつか再雇用するんでしょうか。もはや意味がわかりませんね。最近では与党が1ヶ月勤務したらバイトでも退職金がもらえる制度を推進していますが、労働者重視がまたさらなる矛盾を生むことになるかと思います。急激な最低賃金上昇で韓国経済を大きく歪めた教訓が何もないようですね。それよりも労働者の権利重視。零細や個人事業主なんてほとんど労働者と変わらない存在だと思いますが、それらの人の首を絞めて何が楽しいんでしょうね。各種企業の経営を圧迫する政策を打ち出して、最終的に国税でカバーする。こんなおかしなやり方聞いたことありません。三四社に関しても、結局は政府が人員削減など構造調整を阻んできた部分もあったわけですが、それを知らんふりして支援もしないなんて本当に鬼だと思います。大規模な構造調整を行って赤字体質を打ち破らない限り三四社の救世主は現れないと思います。アジア諸国の地元メーカーも技術欲しさに手を出すようなことはもはやしないでしょう。そういう意味では上海記者は大成功したんでしょうね。マヒンドラはある意味経営圧迫にまで至って本当に残念でした。何ですか？うずうずして。また面白いことになってきたとか考えてるんでしょう。まだそんなこと考えてません。まだって何よ？まだはまだです。これからってことです。これからっていつから？もうすぐです。はあ。自動車業界の衰退は他人事ではないですからね。わかってます。日本の自動車メーカーも大変ですもんね。なので日本でも同様なことが起きる可能性はあるんですよ。日本は国内メーカーがひしめき合っていますから。でも外資系メーカーってないですよね。日産とか株式保有比率をどう見るかによって変わりますけど。そっか。そういうことですか。まあ、韓国の三弱も元はといえば国内メーカーですから。ルノーサムスンはサムスンですよね。他の2つは？三四と韓国 GM はデウ自動車の片割れです。そうなんですね。知りませんでした。三四自動車は最近何度も出てるから知ってるはずだってば。全く興味がないもので。てへへじゃないっての。ゆるりんは三弱消滅を目論んでるんですか？私は目論んだりしないよ。何の力もないのに。あっと、じゃあ期待してます？別にしてないですよ。ただ三四社はもうダメだろうなと思います。このまま縮小して消えるでしょうね。バタンと倒れたりはしないですか？それはないでしょう。インドの親会社だって安くても株を売りたいでしょうから。そうなんですか。つまんなくないですよ。は、超能力？誰でもわかります。白雪さんの次のセリフくらい。そんなバカな。そんなバカなじゃないですよ。全く。その、三弱はまだ生存しますか？わからないですね。親会社の状況にもよりますから。もともと韓国 GM は撤退したかったわけですし。でもしなかったんでしょ？巨額の政府支援を受けましたからね。工場は一つ閉じましたけど。なので三四自動車もそれを狙っているのではという見方もありました。何かもっとすごいこと起きないですか？どれだけ？もう現状でもかなりすり減ってますけど。ほら、日本でもニュースになるくらいのことは起きないですか？そりゃあ無理でしょうね。どこかが倒産しなきゃ。だからしないですか？撤退とか。白雪さんが思っているほど撤退は簡単じゃないんですよ。それなりの理由と準備が必要ですから。電撃撤退とかでもいいんです。だから良くないって。相変わらず気難しいですね。誰が。来ましたね。
来ましたね。上から号令が。今更感がありますけど、どうせすぐできないんでしょ？今パンパンだからね。もう出しました？まだです。白雪さんまだならまだですね。だって昨日おとといですよ。聞いたの。週末にゆっくり検討します。私は週末も忙しいよ。あ、皆さん、夏服の話です。言ってなかったっけ？何のことかと思ってました？そう。夏服選定指令がプロデューサーから降ってきました。この服気に入ってるのでちょっと残念です。まだ1ヶ月くらい。短かったね。これからが長いから大丈夫ですよ。秋口に夏服になるんじゃないですか？そうなるかもしれないから言わないで。まあ少しは慣れてきたから大丈夫だと思うけど。この服は秋にも着るんですかね？秋用が面倒だったらそうなると思います。雑ですね。まあ私は気に入ってるからいいけど、ゆるりんもハロウィンカラーだからいいんじゃない？どのあたりがハロウィンなのよ。かぼちゃ色。前も気になったけど、これってかぼちゃ色。練りからし色。練りって。あ、露出は控えめにって言われました。きっとノースリーブはダメってことでしょうね。ポニョ腕を見せるなってことでしょうね。一緒にしないでね。私はポニョじゃないですよ。むしろムキムキだから。白雪さんのムキムキの定義がわからない。みんな驚きますよ。ポニョに？ポニョじゃないです。チェックしていい？ダメ。ちょっと時間ください。ちょっとの時間じゃどうにもならないって。いろいろあるんです。秘策が。そんなものないってば。